パーソナルトレーナーのゆうじです。YouTube メンバーシップを始めました。メンバー限定のライブ配信、メンバー限定のコミュニティへの投稿、動画への早期アクセス、コメントチャットで使えるオリジナルバッジやカスタム絵文字など特典がありますので、この機会にぜひご登録をよろしくお願いします。もう強制です。お願いどころじゃないです。強制です。絶対やってもらいます。というのはですね、僕は50歳以上の人をたくさん指導していて、いつも引っかかることがあります。引っかかることっていうのはもうみんな同じなんですね。何か筋トレをしていても、その引っかかるポイントがとにかく邪魔をするんですね。邪魔をして、それを改善しない限りは、なかなか前に進めないのに、そのポイントがずーっと邪魔したままなので、なかなか筋トレのレベルを上げられない。体が変わってこない。苦しいだけの筋トレになってくるわけですね。で、そうはなりたくないと思いますので、今日はね、基本的にね、3つあるんですけれども、筋トレ前にやるべきこととして、筋トレの直前という意味はありますけれども、そもそも筋トレをする以前に、これらはちゃんとしておいた方がいいですよということですね。でなければ、どんなに重くしても、どんなに難しい筋トレをやっても、全然正しく筋トレができないので、かっこいい体になってこないので、今日やるね、この3つのことというのは、ぜひね、改善してほしいと思います。本格的な筋トレに入りたかったら、それ以前にやっておいてほしいということですね。その1つ目というのが、肩甲骨の動きです。肩甲骨の動き。これはですね、特に背中かな。背中の運動で、懸垂ラットプルダウンそうですけど、基本的には肩甲骨が動くんですよ。肩甲骨が扇を広げたり閉じたりするようにこういうふうに動きながらやっていくことで背中の筋肉がしっかり大きく動けるので肩甲骨が動いた方が背中の筋肉がつけやすい、かっこよくなりやすいんですね。でこういったベントオーバーローとかでもこういうふうに肩甲骨が開いたままでは背中の筋肉が本当端っこしか使えないですね。だから肩甲骨がしっかりと動いた方がいいわけです。で同じポジションとしてはデッドリフトね。デッドリフトでこうやってやっていくときに肩甲骨を少し閉じるという力がなければ肩甲骨がパカーンと開いちゃうんですね。肩甲骨が開いてる人というのは大概背中が丸いんですよ。こうなっちゃう。開いてしまうから丸くなってしまう。で、この丸いままのデッドリフトって、やっぱり背中、腰がかっこよくなってこない。で、重いになってしまうと、怪我をしやすいポジションにあるので、危ないということですね。なので、デッドリフトでも肩甲骨がしっかり締められるような方がいいということですね。で、あとは胸でもそうね。胸でもやっぱり、こういうふうにダンベル、バーベルを下ろしてきた時に肩甲骨で締まるわけですね。これがきちんと締まってない人、締められない人というのは、さっきの背中でもこうやって締まってこない人なんですけど、これが締められなければ、ダンベルとかバーベルを上げた時にこれがスポーンってこういうふうに開いちゃうんですよ。毎回こうやって開いちゃうんですよ。そもそもこれがしっかり動かない、閉じられないから開いてしまうということになって、そうするともう大胸筋のトレーニングになってこないんですね。大胸筋がかっこよくつかないということになってくるので、肩甲骨はとにかく動いた方がいいです。なので、肩甲骨の動きを良くするためには、いつも主役です。いつも主役です。デスクに座っている時、あるいは車の運転中でも、もうしょっちゅう主役やってください。もういつでもちょっと隙間あればぐるぐるやってる。で、主役が前に行く必要ないです。真上と斜め上、後ろです。だから後ろ半分の円を描くような感じで、上斜め後ろ、上斜め後ろ、ゆっくりやってもいいし、多少早くてもいいですけど、とにかくこれをね、ぐるぐるこうやってね、動かしてほしいんですね。ほんのちょっとした隙間です。だからデスクで仕事中にちょっとね、呼吸をした瞬間に、こうやってやるだけでもいいですし、車を運転しても結構固まります。なので、信号で止まった時にちょっとこうやってやるだけでもいいので、これをしょっちゅうやるかどうかでかなり違うんですね。それをね、両方一緒に動かしてもいいんですけど、片方ずつ動かしてもいいです。片方ずつこうやって動かすのもありなんで、片方ずつね、別々でもね、しっかり意識的に動かせる方が、動く肩甲骨を作りやすいですね。僕もこれは結構頻繁にやってます。トレーニングも週5日ありますけど、それ以外の時間に結構肩すくめてこうやって動かすのはやってますよ。でなければやっぱり他の時間ってやっぱりね、目の前のお客さんでトレーニングしてるお客さん見てる時に僕もちょっとこうなっちゃいますから、そうなるとこの肩甲骨周りの筋肉にとって良くないので、結構頻繁にこういう風にやってます。とにかく頻繁に動かしてください。1日1回しないですよ。5回、6回、7回やってもいいんで、ほんの5秒、10秒動かしてほしいです。で、これ肩甲骨の動きと言いますが、肩甲骨だけの問題じゃないんですよ。肩甲骨をこういう風に動かすというのは、これ前から見るとどうですか？前から見るとなんか動いてますね。肩は動いてます。肩は動いてますけれども、鎖骨動いてますね、鎖骨。鎖骨はこの内側とこの肩の方についていて、この2箇所が動くわけね。この中心も動いてるわけ。ここを中心に動いている。で、こっち側も肩の方についてますが、ここはぐにゅぐにゅこう動けるわけですね。でも肩甲骨が動かない人っていうのは、ここもしくはここの2箇所が硬くて、これが硬くて動きを制限していることもありますので、肩甲骨周りの筋肉を動かすのが一つ。
で、もう一つは、この鎖骨の2つのポイントをしっかり動かす。この可動域を広げていくというのも大事なんですね。その2つがしっかり動くことで、肩周り全体がこうやって動けるわけですね。なので、両方の意味を持たせるためのシュラッグというのをね、頻繁にやってみてください。2番目というのが、一言で言うとウエスト周り。ウエスト周りですけれども、具体的に言うと、腰とお腹と呼吸ということです。これを一つとして考えていきますね。腰というのはまず一つはね、脊柱起立筋の収縮なんですけれども、脊柱起立筋ね、腰の脊柱起立筋が縮めないので、デッドリフトをやってる時にも反れない。スクワットをやってる時にも背中が丸まってしまう。あるいは背中の運動をやってる時にも背中を反らなきゃいけないのに脊柱起立筋が収縮しないので丸いままで背中丸いままやってしまうということで、これも筋トレの邪魔をしてしまうんですね。なのでまずこの脊柱起立筋の収縮のために、これは単純に普通にね、腕を上げるスーパーマンっていうのは30秒やってほしいですけど、このスーパーマン30秒が終わったらすぐにやってほしいのが、足を肩幅に開いてのオルタネートプランクですけど、このオルタネートプランクをやっていくときに、息を必ず吐くということね。上げたときに、吐く、吸う、吐く、吸う、息を吐いて、吸って、息を吐いて、吸って、必ずここで息が吐けるようなお腹の使い方をしてほしいということですね。このオルタネートプランクをやること自体も難しいかもしれないです。結構お尻がバンバンこうやって動きますけども、このお尻が動かないようにしながらも、さらに腕を上げた時に息を吐いてほしいですね。息を吐いて、吸って、吐いて、吸って、吐いて、吸ってということ。手を上げた瞬間っていうのは、このお腹により強い力が必要です。ただこのお腹に強い力を入れた時でも息を吐けるようにしてほしいんですね。それぐらい腹筋の力を強く使っている最中も息が吐けるようにしてほしいんですね。で、これができなければ、ショルダープレスをやった時にお腹を固めて息を吐くことができないので呼吸が逆になってしまう。スクワットの時にも呼吸を吐くことができない。背中の時にも背中を締めながらお腹を締めなければいけないのに、お腹が締まってないので息が吐けなくて、これも呼吸が逆になって、ってなっちゃうし、そもそもお腹が固まってないので、どんどん体がこう上がっていっちゃうんですね。フォームが崩れていくということ。なので、お腹の強さと呼吸を同時にするということ。これを実現させたいので、このオルタネートプランクで腕を上げた時に息を吐くこと。吸う、吐く、吸う。強い力を発揮する時と息を吐くというのを同じタイミングでやれるようになってほしいですね。で、これをもう交互にやっていきます。スーパーマンを30秒やっていく。それが終わったらすぐにこのオルタネートプランクを、とりあえず16回でいいけど、1、2ですね。という感じで16回を交互にやっていく、ノンストップでやっていくのを2セットから3セットやってみてください。できるだけ頻繁にやってた方が強くなってきますね。そういった感じで腰とお腹と呼吸。このウエスト周りをとにかく強くする、コントロールできるようにする。そのために今の2つをセットとしてやってほしいですね。そして3番目は、もも裏の柔軟性です。もも裏の柔軟性。これが50歳過ぎると大概硬いですよね。男の人は特に硬いんですけど、このもも裏が硬いと何がいけないかというと、デッドリフトとか背中の運動のこういうポジションになった時に、もも裏が硬いのでこの反りが作れない。もも裏が硬いと腰って大体こうなっちゃうんですよ。こうなっちゃうんですよ。脊柱起立筋の収縮ができないというのもあるけど、もも裏が硬くてこのポジションが正しく取れないという風になっちゃうんですね。こういう風にするっていうのは結構もも裏の柔軟性って重要なんですよ。だからこのもも裏の柔軟性を高めることで背中のアーチを作っていく。それでデッドリフト、背中の運動、そしてスクワットも正しくできますし、その他の運動でも正しい背中の反りができてくるわけですね。なのでもも裏の柔軟性というのはすごい重要です。ですけれども、もも裏が硬い人が、すでにもも裏が硬くて問題があるという場合に、いきなりこの足を伸ばした状態から前屈するというのはかなり難しいです。かなりもう全てがブレーキをかけて、もう苦しい、これ以上いかないで終わっちゃうし、本当に苦しくて嫌になっちゃうんですね。でこれは全ての筋肉が一緒に反発しているので辛いということが一つ。なので、これを少し小分けにしていきます。つまり小分けにするというのは、もも裏を2本同時に伸ばすんじゃなくて、1本ずつ伸ばすということですね。片足内側にして片足開く、片足開脚でこういう風に手を伸ばしてやっていくと、今もも裏はこっちだけ、こっちは伸びてないですね。片方のもも裏だけ伸ばしていく。で、今のこの両方の前屈の場合には、2本のハムストリングスが引っ張りながらも、腰の筋肉も引っ張っていくので、かなりきついわけですね。もう1、2、3、4、4本で引っ張ってるみたいな感じだからきついわけ。で、これを片足開脚にしていくと、ハムストリングスは1本。で、腰の筋肉も、この伸ばしてる方の腰の筋肉ではなくて、逆の腰の筋肉なんですね。だから全然別々なんで、お互いが引っ張ってきついということはないんですね。で、4本でなく2本ということなんで、この方が、腰も
ハムストリングスも伸びやすいということ。で、これを左右交互にね、片方30秒やりながら手を遠くにね、引っ張って伸ばしてください。硬い人はこうやって手を引っ張った方がいいですね。引っ張ってぐーっと下を向いて、足首もしくはつま先の方に向かってぐーっと息を吐きながら行くというのを30秒伸ばしていくというのを左右交互に3セットぐらいやってほしいです。で、これやっていけば柔らかくなってきます。で、最終的にやってほしいのが、立ったままでの前屈なんですけれども、これもね、そんなに簡単ではないと思います。ただね、立ってやった方が、この上半身の重さを使うので、この上半身、頭の重さ、腕の重さを全部こっちにかけています。ずーっと頭とか腕が引っ張ってくれますから、この重力を使いながらやっていくということ。ただし、膝裏は絶対伸ばす。膝裏は絶対伸ばして、これをきついからといって曲げない。床に手をつきたいからといって曲げない。曲げたら意味がないです。つかなくてもいいから、とにかく膝裏を伸ばしていきたいんですね。で、そもそもやっぱり50歳以上の人は座って仕事をしていることが多いので、この膝をこう曲げて椅子に座ってるわけじゃないですか。とにかく曲げ玉、縮んだままなんですよ。なので、ここを伸ばしたいので、膝を絶対伸ばした状態で体重をかけていくということ。体重をかけていく。で、この状態、息を全部吐いていくんですけども、全部吐き切ります。力を抜いてリラックスして息を吐いていきます。これで10秒、20秒待ったら、ここから息を吸いながら、胸を上げる。頭と胸を上げて息を吸う。この状態で、もも裏、腰に今力入ってます。あえて息を吸ってこの状態に来ることで、もも裏、腰、力入ってます。自分ではこの腰、背中を反らすようなつもりでギュッと胸を上げてください。きついです。きついけど、ここと筋力を発揮して収縮している状態を作る。で、さらに息を吸って、緊張した状態を作っておいて、息を吐く。リラックス、膝裏伸ばしたまま。で、もう一回息を吸って、力が入る、収縮する。この形を作って5秒ぐらい待って、息を吐く。この繰り返し。ぎゅーっと息を吸って、力が入った緊張したまま、これを5秒ぐらい力が入ったままで息を吐く。という感じなんですね。で、これ何をやってるかというと、こういうふうに伸ばしたままずーっとやってると、痛みをずーっと感じてきます。で、痛みを感じてくると、痛いということは体の拒否反応なので、伸ばしたくても伸びないようにしちゃうんですね。伸びたら痛いから。なので、その伸びてる状況の今度逆を作ってあげる。縮んで力を入れて縮んだ状態を作る。ね。ぎゅーっと縮んだという状況を作ってあげる。それで息を吸うことでよりギュッと締めた状態を作ってあげる。で、縮んで力が入ってる状態なので、伸びてる状態とは真逆ですね。伸ばすのとも逆で力が入ってる。で、つまり伸びる状態ではないということね。そこから息を吐いて、とやってあげると、体を惑わす、ごまかすということですね。伸ばしてると痛いから一回縮めていく。縮めてるんだよ、伸ばしてるんじゃないんだよっていうふうに騙しておいて、その次の瞬間に伸ばしていく。で、また縮めていって、力を入れた状態で騙しておいて、息を吐いて伸ばしていく。みたいな感じで、その繰り返しでやっていくということですね。そんな感じで、もも裏を伸ばすのも、片方ずつやっていくとか、収縮を途中に入れていくことで、たらたら伸ばすよりも、もっとね、伸びる方法を取ってみてほしいと思います。今日ね、3つありました。肩甲骨の動き、そしてこのウエスト周りね、腰とお腹と呼吸、そしてもも裏の柔軟性。この3つはとにかくね、早めに改善してほしいです。筋肉をつけたかったらとにかく早めに改善してください。そうするともっともっとトレーニングが楽になりますので、レベルの高いトレーニングをして筋肉がついてくると思います。ぜひやってみてください。じゃなくて今回は強制です。もう必ずやってください。チャンネル登録よろしくお願いします。インスタグラムやってますのでフォローよろしくお願いします。パーソナルトレーナーのゆうでした。